おはようございます。音楽プロデューサー、そして音楽グローバルマーケッターのウェルカムマンでございます。さあ、ということでですね、今回もやってまいりました。よいしょ。11月の5日ですね。はい、実はうちの母親の、誕生日、もう死んでますけれども、はい、でございますね。ちょっと記念すべき、ことですか。はい。とはいえですね、今ちょっと、余談でいくと社会情勢が大きく、特に日本はね変わってきてますけども、高市総理大臣がちょっと消費税の減税は時間かかりすぎるからちょっと一回見送るみたいなことで今ざわざわとなってたりとか、あとはその米中の、関係性がちょっと修復に向かうようなね、日差しもあったりとかいうことで、非常に今は混乱が起きているというか、どっち行くんだみたいな、そんな話もあります。で経済的に、株価もね5万台突破してますが、今日はもう下落に下落を続けてますけど、半導体 AI のバブリーなのがちょっと終わったんじゃないかぐらいのね、流れで、来ておりますけれども、はい、そんな状況でですね、いろいろと、変わっている状況の中、今日もですね音楽ビジネスニュースを皆さんにお届けしていきたいと思います。今日はね音楽業界にとってはねポジティブなんですよ。よいしょ。いつものねミュージックマン .net さんありがとうございます。世界の音楽出版市場、今年は100億ドル突破も、伸びは録音原版市場を上回る見通しという内容でございます。イギリスの調査会社オムディアはですね、10月の20日、世界の音楽出版市場が今年初めて100億ドルの大台を突破するとの見通しを発表しました。2029年に130億ドル、2030年には140億ドルを超えると予測しております。2025年の音楽出版市場の成長率は 9.6% と、録音原版市場の 5.2% を上回る見込み。ただ拡大ペースは両市場とも2030まで毎年鈍化すると見ております。出版市場の2030年までの年間平均成長率は 5.4% で、同年の、市場規模は140億4000万ドルに達すると予想。売上の大部分を占めるデジタル収益は2025年の60億ドルから2030年には86億7000万ドルとなる見通しです。デジタル分野の年平均成長率は 6.7% と予測しております。両収益減を合わせた総収益に占める出版の割合は2030年には 21% と2024年の 18.9% から上昇する見込みでございます。オムディアのシニアプリンシバルアナリストでもあるサイモン・ダイソン氏は、音楽出版業界は過去数年にわたり好調を維持しているものの、音楽ストリーミングの成長鈍化は避けられないと述べました。はい、という記事ですね。これ大台の100億ドルっていうのが、いわゆる日本円にして1兆5000億円ぐらいだということです。はい。で、マスター音源にまつわる原版権のソフトの売り上げは、296億ドル、約4兆4000億円ですね。はい。なので3分の1の1兆5000億円が、いわゆる音楽出版マーケットであるということでございます。今回の記事ですね。はい。非常にね素晴らしいポジティブな内容なんです。これね考察と、ウェルカムマンの、ちょっと思っていることとか流れみたいなことをですね、皆さんにお届けできたらなと思ってますが、まずコンテンツ産業っていうのは非常に盛り上がりを見せてますね。世界、総人口が YouTuber になれる時代が来て、コンテンツアウトプット誰でもできると。で動画、音声コンテンツ、あとはブログのようなテキストコンテンツ、いろんなコンテンツがもうコンテンツ戦争はびこっている中、可処分時間って言われるね、みんなが1日で使える遊ぶ時間、例えば、自由時間ですよね。1日社会人の人は 2,3 時間あればいい方だと思いますが、僕も 2,3 時間ないと思いますけど、ほとんど仕事してるんで。そんな中で残された時間の中で Netflix 見るの、 Amazon プライム見るの、TikTok 見るの、インスタ見るの、それとも音楽聴くのみたいな時に、いわゆる可処分時間の奪い合いをコンテンツはするわけなんですよね。はい。で音楽ってやっぱり映像に比べるとマーケットはかなり縮小してしまうので、
個人的にはもっともっと鈍化していくと思ってました。もっともっと成長は遅くなって緩やかになって、そのうち映像に全て乗っ取られてしまう世の中に音楽コンテンツになっていくのかなっていうふうに思っていたんですが、世界の風潮としてはやっぱり音楽が強いと。なぜならメッセージ性とか、IP ですね、キャラクター、そのアーティスト自体が、信頼を得てファンからの言葉だったり行動だったりっていう指針になる、ファッションアイコンになったりとかもしますしね、そういう意味では音楽とはいえどそこを奏でてる人たちが、その音楽を使って表現している人たちがこの産業を、牽引していってくれてるっていうのはめちゃくちゃポジティブなので、やっぱりまだまだ映像コンテンツに、負けない、ものであるということなんですよね。はい。で、ただこれ今すごい成長率をデジタルのおかげで見せたんだけど、ちょっと落ち着いてきたよね、原版マーケットやったり出版マーケットやったりっていうのは一言最後に添えられてるんですけど、これは欧米が完全に鈍化してるんですよね。で、日本はデジタルにちょっと遅れたので今盛り上がってきてるし、アニメとか、ゲームの世界線でどんどん、グローバルに評価されている状況の中、音楽コンテンツっていうのも、デジタルに遅れた分と踏まえて、取り戻しにかかっているので、非常にストリーミング自体の、成長は伸びてるということなんですよ。で、もともと、欧米ではないブラジル、南米の方ですねとかの成長率はもうえげつないですし、あとはアジア圏、東南アジアとか、あとはアフリカの方ですよねのところはえげつない成長率を見せているということがどんどん報告されていっております。なので、欧米は鈍化しつつもまだまだデジタルストリーミングの音楽のマーケットっていうのはまだまだ成長していく。ただ流行ってくる音楽変わるよねっていうことがあるので、例えば最近で言うとアマピアノとか僕大好きですけど、アフロビーツとかね、ああいったジャンルの音楽っていうのが盛り上がりを見せたり、あとは南米系の、レゲトンもそうですけれど、南米のどういったかな、クラブミュージックっていうか、サンバハウスじゃないですけど、ズンバとかああいったミドルテンポのズンスカズッカズンスカズッカっていうああいうサウンドがね、やっぱり向こうのクラブサウンドでよく流れてるのでみたいなところが強くなってきているという動きはあるので、まだまだマーケットとしては成長していくっていうところではあるということです。で、もう一つは、圧倒的大スターを緊急訓練ですね。はい、訓練が来ました。圧倒的大スターみたいなところっていうよりかは、いわゆる DIY アーティスト Do It Yourself、 自分で音楽活動やっているアーティストとか、インディーズレーベルでコツコツやってるアーティストみたいなこと、要はピラミッドで言うとね、もうこんな鋭角のギューンっていうここだけ最強にもうけてますみたいなことっていうよりかは、もうちょっとピラミッドが四角形になっていくっていうかみたいな感じで、インディーズで活動してる人たちも大儲けするっていうことよりかは小銭を稼げるようになってきたみたいな感じで広がっていってるんですよね。薄く広がっていってるっていうことが起きてるんですよ。なのでこれはメーカーが、例えばソニーとかがすごいインディーズのレーベルを買収したり、インディーズ向けのディストリビューションを買収したりしながら、トップのアーティストも成長させながらもそこで頑張ってるアーティストのプラットフォームとかをガンガン買収してるっていう状況も実際あるんでね、これからはインディーズのアーティストの人たちがスポットライトを浴びる時代。ただ思いっきり光が当たるっていうよりかは、ある程度自分たちで小銭稼げる人たちが多くなるっていう、これが、10年ぐらいかけて起きてきてるんですけど、じわじわでこれが単純に加速していき、音楽産業の基盤を整えていくっていうようなことが起きるんじゃないかなというふうには思います。はい。なので、これからね、スモールプロジェクトがむちゃくちゃ増えていくっていうような現象が起きる。で、例えば代表的なアーティストとはちょっとなかなか
言えないかもしれませんけども、訓練ですね。訓練。はい。言えないんですけど、ジェイコブ・コリアーとかね、グラミー賞ノミネーションされていくぐらいすごい音楽家の中の音楽家、僕大好きなアーティストですけど、彼とかもやっぱり YouTube アウトプットしていきながら、本来であればもう世界スターになっていくんだけど、なんかパトレオン、いわゆるその支援してもらえるようなプラットフォームにエントリーしてたりだとか、いわゆるそのローカルなプラットフォーム、インディーズのアーティストが活動するようなところで、もうメジャー中のメジャーのアーティストが平気でその自分たちの活動をやっている。でそこにこうビッグなビジネスモデルが入ってくるっていうよりかは、彼自身が信頼している仲間たちとかビジネスパートナーとやっていきながらグラミー賞ノミネーションまで行ってる。でこれ FKJ っていうアーティストだったり、トム・ミッシュとかいうアーティストも僕大好きなんですけど、そういったアーティストが自分の活動ができる範囲内でしっかり収益を上げながら自分の音楽と向き合っていくみたいなことが起きているんですよね。 FKJ とかもインタビューとかで言ってますけど、その要は音楽ビジネスの今まである既存の全世界ツアーとか 2年も3年も契約書で縛られて、もうむちゃくちゃ移動しながらずっとライブしたり音楽制作のノルマに追われるみたいな、トップアーティスト中のトップアーティストのスケジュールをやらないみたいな、自分がやりたい音楽をやりたい時にやっていく、そんな大金持ちになるようなビジネスモデルじゃなくて、自分の音楽が評価されて自分に収益が上がってくる分に関しては受け入れるみたいな、そういうスタンスのアーティストがですね、欧米では非常に増えてきたと。 FKG が確か今ドイツとか、どこの辺ヨーロッパの方で活動してる。ジェイコブ・コリアもイギリスだったり、トム・ミッシュもフランスだったはずなので、そういったこうデジタルマーケットが成熟してきたところに生まれてきたインディーズのイケてるアーティストっていう成功事例がいくつも出てるんですよね。はい。でこれを考えた時に、今日本は日本から世界へとかって言って、セイパーっていう団体ができてね、藤井風が世界中で認知されたり、アドとか夜遊びとかがどんどん世界中で認知される、もうメジャーレーベルがお金をガンガン使いながらグローバルに展開してるっていう時期なんですけど、この成熟期が落ち着いてきたら、いろんな世界中の、オーディエンスが日本の音楽のインディーズを聴き始めたりするターンがこれ来るんですよ。欧米の成功事例を流れを見てくるとね。そうなった時に、日本のインディーズでしっかり活動してる素敵な音楽のアーティストっていうのがスポットライトを浴びるタイミングが来ると思うんですよ。ただ1年2年3年ぐらいかかるんちゃうかな、このターン2年ぐらいかかるんじゃないかなというところで、まだまだこうインディーズシーンが恩恵を受けるっていうのは時間がかかりますが、欧米の流れを見てくると、この流れは日本にも確実に来る。でブラジルの方とかは J バルビンみたいな、いわゆるブラジルのジャスティン・ビーバーみたいなね、素晴らしいアーティストの数字とかもう10億20億再生のSpotify の再生回数ガンガン出るんだけど、日本でサマソニ来た時は全然客入ってないみたいな、そういった欧米音楽に影響されていない、シンプルにこう南米の音楽とかアフリカの音楽とか東南アジアの音楽とかでイケてるアーティストがどんどんこうランキングを変えていきながら、グローバルがこうフラットになっていくみたいなことが起きるっていう。でそのなんか先駆者がアジア、南米アフリカのその先駆者になってくるのが、僕は結構 J-POP なんじゃないかなというふうに思っているので、ここ2年ぐらいは J-POP が面白い。でメジャーアーティストがどんどんこう成長していってグローバルになっていった、その道をたどって素敵なインディーズの日本のアーティストがグローバルに展開していくっていう流れは、こうマーケットの動きに出てもすごく予想できるなというふうに思っております。はい、皆さんはどう思われますでしょうか。はい、あくまでこうマーケットとしてのね意見でございましたので、これをですね皆さんの音楽ビジネスの世界線にこう当て込んでいきながらこう実績を出していくのが本当は一番大事なので、もうここは僕も日々精進しながらトライアンドエラーしながらしっかりやっていきたいなと思っている次第でございます。はい、ということで今回の、ニュースは以上でございます。はい、またね、チャンネル登録、いいね、フォローしていただきつつ、活動のシンプルな内容の質問とかもいただければ幸いですし、あとは僕はトラックメーカーとして音楽プロデューサーとしてね、デモ音源オリジナルビートなんかをこの、YouTube のサイトにもアップロードしてますので、ぜひチェックしていただいて、気になった方は、コンタクト取っていただければ幸いです。はい、ということでまた次回もお会いしましょう。ウェルカムでした。